世田谷一家殺害事件。20世紀が残した未解決の謎。凍りついた大晦日、2000年12月31日。午前10時50分。日本中が新しい世紀の幕開けに沸き立とうとしていたその時、東京、世田谷区の一角で、時が止まったかのような事件が起こります。隣家に住む実母が、連絡の取れない娘一家を心配して訪ねた際、そこには信じられない光景が広がっていました。宮沢みきおさん、妻のやす子さん、長女のニーナちゃん、そして長男のレイ君。幸せな一家4人の命が、たった一人の侵入者によって、あまりにも理不尽に奪われていたのです。これが、日本の犯罪史上最も多くの謎を残している、世田谷一家殺害事件の始まりでした。現場に残された異様な痕跡。現場には、犯人のものと思われる遺留品が驚くほど多く残されていました。犯人が脱ぎ捨てたトレーナー、マフラー、帽子、そして凶器の包丁。さらに、犯人は犯行後、一家の冷蔵庫からメロンやアイスクリームを取り出して食べた形跡があり、トイレには排泄物も残されていました。驚くべきは、犯人が一家のパソコンを操作していたことです。犯行直後の午前1時過ぎ、そして翌朝の午前10時過ぎ、計2回、インターネットに接続した形跡が残っていました。もしこれが犯人によるものなら、彼は遺体と同じ屋根の下で、朝まで10時間近くも過ごしていたことになります。これほど多くの証拠があり、指紋も DNA も採取されている。それなのに、なぜ犯人は今も捕まっていないのでしょうか。犯人のプロファイルと砂の謎。警察の捜査により、犯人の詳細なプロファイルが浮き彫りになりました。犯人は身長約170センチ、血液型は A 型。DNA 鑑定の結果、母方に南欧系の、父方に東アジア系のルーツを持つ人物である可能性の高いことが判明しました。また、遺留品のバッグの中から検出された砂が大きな議論を呼びました。分析の結果、その砂はアメリカ、ネバダ州の砂漠のもの、あるいはカリフォルニア州の航空機工場周辺のものと酷似していたのです。犯人は海外経験のある人物なのか、あるいは軍関係者なのか、捜査の目は日本国内だけでなく、海外へも向けられました。すれ違う目撃証言と教会の家。事件のあった宮沢さんの家は、都立公園の拡張工事に伴い、周囲の家が立ち退いたことで、ポツンと一軒家のような状態になっていました。犯人は、公園側のフェンスを乗り越え、2階の浴室の窓から侵入したとみられています。現場近くでは、犯人と思われる男の目撃情報もありました。駅で見かけられた、手に怪我をした男、あるいは事件前に家の周りをうろついていた、不審な男。しかし、決定的な特定には至りませんでした。犯人が残した衣服は、当時全国で大量に販売されていたユニクロなどの既製品であり、購入ルートからの特定も困難を極めました。風化させてはならない記憶。20年経った今も現場の住宅は取り壊されず、警視庁により監視されています。毎年、大晦日が近づくと、遺族や捜査関係者が現場を訪れ、花を捧げます。この事件は、単なる過去の未解決事件ではありません。IT 化が進む現代においても、人間の悪意と、解けない謎が存在し続けているという、私たちの社会への警告でもあります。数多くの証拠、そして高度な DNA 鑑定技術、一日も早く犯人が逮捕され、4人の墓前に報告できる日が来ることを、私たちは願ってやみません。